森本博俊さん、当時13歳。原爆投下から3日後、爆心地からおよそ1キロ離れた登町の自宅へ向かい被爆しました。荷物を疎開させるため、前日から広島市内を離れていたので直接被爆は免れましたが、親戚や多くの友人を失いました。残された者としての苦しみ、そして体調不良とも戦いながら戦後を生き抜いてきました。原子爆弾は人災であると、核兵器のない世界の実現を訴えます。私の父親は当時、兵隊に取られて横浜へいました。それから弟は親戚の当時の言い方では加茂郡郷田村とこへ疎開しました。実際登町にいたのは私の母親と私だけでした。当時中島新松に母親の姉一家がいましたが、ちょうど建物を壊す強制退去させられて、家財道具一式と一緒に私方の家へ来ました。行くところがないから。それは家族構成は私のおふくろの姉が、いわゆるおばですね、それの主人、それと、その娘、それから男の子が2人、それが全部私方へ登町へやってきました。当時はもう軒並み木造の家屋ですから、一旦どこかへ焼夷弾が落ちるともう相当大規模に焼けるということが想像がつくから、もう女子供年寄りは逃げるように、サイレンが鳴ったら逃げるように。初めは時たまでしたが、もう1ヶ月ぐらい前から毎晩になっておりました。商売をしている関係上、その仕入れ先からを通じて運送店に疎開荷物を運んでもらうように頼んでいたんですが、それもなかなか来てくれない。偶然8月5日、しかも3時頃にトラックがやってきて、車が空いたから頼まれたのを言ってやろうというんで、もうあらかじめ荷造りしていたのをすぐに積み込んで、運転手とその助手席の方へ私とから母親が一緒に乗って行って、疎開荷物を運びました。西条からもう少し向こうへ行った西高屋というところです。それもやはり親戚なんで、着いたらほとんど薄暗くなった夕方なんですが、すぐに荷物を下ろして、そのトラックはすぐ広島へ引き返すが、私自身が毎日学校ではない作業みたいなとこ行く、広島へ帰るからこのトラックで乗せて帰ってやると言うてくれたんですが、毎日が勉強するんでなし作業するんでね、一日も休んだことはなかったんですが、明日だけ休むというのが逃げ工場じゃないんですが、おふくろが一緒に向こうへ行って、すでにもう前に持っていった疎開荷物を虫干しをするという、それを手伝うんだという口実で休みました。だから運転手はそのまま帰りました。その日は虫干しをすることになって、ずっと以前持っていった衣類なんかを外へ出して、並べるような作業をしていました。
そうすると例の8時15分ですか、相当強い閃光がして、何だろうかというふうなことを言うと、近くの人が「あれを見ろ、八本松の辺からかぼちゃみたいな煙が出る」というような、なるほど、そっちの方角から言えば八本松の弾薬庫があるあたりなんですが、すぐに広島に特殊な爆弾が落ちたということがやっぱり知らされました。というのはもう昼頃から西高谷の駅へ広島の方面から来る列車、もう怪我人やもうそれこそ乱れた人たちが来て、その人たちの国から広島の市内がどんな様子ということが聞いて分かりました。その疎開の荷物を持って行った先の親戚というのは小学校の校長をやっていました。だからその父兄や子どもたちが西高井の駅でどういうふうな人たちがどういうことの様子になっていることをいち早く言うてくれましたので、それを聞きました。特殊な爆弾というよりもものすごく大きな爆弾というぐらいのことしか情報は入りませんでしたが、もう広島市内は壊滅的な状況、全部焼けてしまったというふうな、その時はそのぐらいのことが聞きました。もちろん私の家の跡は全く河原と赤土の山みたいなところです。ですがまずたちまち今から先私どもは親戚かどこかへ身を寄せねばいけない。できるものなら使えるものをというふうな、と言っても丸焼けですから、まず一番調理器具とか皿茶碗とかいう食器とか鍋釜とかいうものしか焼け残っていませんので、それを掘り出してというのは当時軍手なんか持ってませんから、素手で全部掘り出して、持って帰ったのがまず最初の日の仕事です。留守宅の様子も詳しく聞きました。登町の建物がもちろん当時の木造の2階建てですが、3軒長屋みたいになってたんです。相当古い建物ですが、大きな材木を使っていたんですよね。というのは当時じゃない、ずっと以前の西国街道、下にと道なんですよ。だから古い材木の家がいっぱいある。それで原爆が落ちた時に、男の子がピカッと光ったので驚いたのと好奇心とで外へ出ようとして駆けっていったところへ家がバサッと倒れて、すごい大きな針がもう体を押さえた。それでその父親というのが助けようとしたがどうしようも助けることができない。近所の助けを呼ぼう思うて河原を開いて上へ出てみても近所中からだから助けに誰も来てくれない。その間にどんどん火が回ってくる。しかし助けることができないから、もうかわいそうなが泣き叫ぶのを足を誘って自分も逃げたということを、本当に泣きながら私に話してくれました。であと、その子の遺骨を拾い集めて骨壺へ入れて、それを白い布でやっていつもここへ下げていました。というのは私のおば、すなわち今これ下げてるの奥さんですよね。
あれもどこ行ったか朝出てって行方不明だから、それをまず探さんならいうのを息子の遺骨を下げたまんまずっと探して、結局わからんままでした。友達が200人も亡くなっているその慰霊碑へ毎月のようにお参りしている。裏へ全部の名前があるからこうさすってこいつ大きな声するやつよ、これようあるやつだというふうな懐かしさでいつも言っておるんですが、同じようにたまたまそこへ来る人に、お話聞きました。その当時にいろんなことを聞いた、すぐ駆けつけた原爆が落ちた時、そうすると1.5 メートル間隔に防空頭巾と弁当がきれいに並んで、子供は一人もいなかったというふうなことで、それは聞いて私はすぐ分かったんです。当日作業する前に両手間隔で開けっていうんで準備体操をするんです。でそれが残ってたということは、怪我をしたり倒れたりする子が一人もいなかったというのは即死ではないという、大やけどをして、そのまま逃げた。で先生が「おい向こう岸まで、みんなで泳ぐんじゃ」ってというのは本川小学校の方ですね。で行きましょうと言うて先生が先頭になって子どもたちが後ろにいたら、先頭になった先生が真ん中でブクブクって沈んじゃったので、本当を言えばもう泳げる力もなかったんですが、もう背に腹が変えられ逃げ場を失ったというふうなことなんでしょうね。何度か慰霊碑へ行った時、ご父兄やらご家族が来られて聞きました。古井のお寺で慰霊祭という連絡がありましたんで、行きました。ご遺族がもうたくさんいらっしゃいました。中に学生服を着た、学生服というもう学校の制服ですねのがいたから、なんと生き残りがまだいた思うて、思わずこう肩をゆすって声をかけたんですが、へりからお母さんが「この子は実は弟なんです。今日は兄の服を着てきました」というふうなことをそんな話は黙って聞いておりましたが、周囲の目はそんな思いでは皆さんは見ていないと思うんですが、私からひがんだ目では、こういうお父さんお母さんはうちの子が死んだのになんでこの子が生き残ったんだいう目で見られませんかもという、もうずっとおしまいまで頭下げてましたから。